ボストンのホテルで考案された生地を2つ折りにしたポケット状のパン、パーカーハウスロールをご紹介します。初心者さんでも作りやすい、具材を挟みやすく食べやすいパンです。こんにちは、松尾美香です。心と時間を豊かにする3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。まずはミキシングです。今回はマシンでこねます。水 100g、 卵 25g、 強力粉 200g、 インスタントドライイースト 3g、 塩 3.5g、 砂糖 12g、 スキムミルク 6g、 低速でしっかり混ぜ合わせます。材料が混ざったら高速にして強い弾力が出るまでこねます。グルテンチェックをしていきましょう。薄い膜が張るようになったらバターを加えます。すぐ破けるようでしたらもう少しこねていきましょう。無塩バター 15g を低速で回しながら少しずつ加えていきます。バターが混ざったらこね上がりです。生地を丸めて一次発酵に入ります。1.8 倍ぐらいになるまで発酵させましょう。発酵が完了しましたので生地を出していきます。手のひらで数回押すようにしてガスを抜いていきましょう。今日は6分割をしていきます。1個 60g ぐらいです。ちょっと大きめのサンドイッチにしたい方は4分割もおすすめです。生地を丸めます。ここでは表面がきれいになるように丁寧に丸めてください。表面にシワがあるとパンの焼き上がりにもシワが残ってしまいます。丸めた後にシワがないかちょっとチェックをしてみてください。10分から15分生地を休ませていきます。成形をします。閉じ目を上にして綿棒で生地を伸ばしましょう。生地
の片側半分にバターを塗っていきます。油脂分なら何でもいいので、サラダオイルでもオリーブオイルでも大丈夫です。バターを塗っていない生地を剥がして2つ折りにしていきます。生地はステッパーより一回り大きく伸ばしましょう。なるべく厚さが均等になるように伸ばします。上になる生地が少し飛び出るように重ねていきましょう。この後最終発酵に入ります。35度で20分。途中オーブンに余熱を入れるのを忘れないようにしてください。発酵が完了したので卵を塗ります。少し多めに塗ると焼き上がりがきれいです。180度で10分から12分焼いていきましょう。焼き上がりました。2つ折りにした生地がしっかり立ち上がっていますよね。では私は卵サンドにしていきます。ローストビーフを挟んだり、サーモンを挟んだり、いろんなサンドイッチを楽しんでみてください。今日も一緒にパン時間を過ごしてくださってありがとうございます。もっとじっくりパン作りを学びたいという方向けに動画講座をご用意しています。今日お伝えしたコツ以外にも、生地の見極め方、道具の扱うコツ、焼くためのポイントなどを講座の方でじっくりお伝えしています。詳細は概要欄をご覧ください。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でパン作りを一緒に楽しみましょう。ではまた。